ほんと10分で終わる作業なので、このひと手間を寝る前にね、やってみてください。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はですね、夏の湿気で広がりやすい髪をどうやって収めていこうかっていう、そういう実用的なお話になります。で、前回のね動画で髪をね結構すきまして収まりをよくしたんですね。今ねちょうど洗いたてで、あとは寝るだけっていう今そういう状態になっております。シャンプーをねして何にも今ついてない濡れた状態になっております。ここから明日の朝までで3ステップ夏のね湿気に広がらないようにする3つのステップっていうのをねやっていきたいと思います。私自身がね、見ての通り癖はなくストレートのヘアではあるんですね。で、多くてまっすぐでしっかりしてるっていうそういう髪質になります。なのでね、皆さんねいろいろ個人髪質がだいぶ違うと思うんですけれども、普通の、広がりやすいよっていう方よりは広がらないタイプだとは思います。それでもね夏のねほんと湿気がすごいムシムシしちゃって、そういう夏の暑さの時はねやっぱりちょっともわっとこうね広がってはきてしまうんですね。なので、こういう湿気の多い時期は気をつけてやっている3ステップを今日は皆さんにシェアしていきたいと思います。どんな髪質の方にも通用する方法だと思うのでね、ぜひぜひ参考になさってみてください。はい、それではね、まずシャンプーした後、皆さんまさかこのまま寝てないですよね。髪の毛乾かすのも暑いし、疲れててすぐ寝たいっていうのはわかるんですけど、絶対的に夜シャンプーをしたら夜髪が濡れてる状態だったら絶対乾かして寝てください。乾かす時にちょっとオイルをつけて乾かしましょう。ちょっとベタついちゃって嫌だわっていう方もね、濡れた髪の毛に少量毛先中心に塗布してあげると、乾かしてるとねそこまでベタつくことはありません。髪の毛の水分に油が馴染んでね、まんべんなく髪をねしっかり内側まで油分をね浸透させてあげられるので、縮れてパサつくみたいなのをね軽減してくれます。ということでね、私が今使っているヘアオイル、前はね椿油を使ってたんですけども、椿油ねなくなっちゃったんですよね。なので、椿油も私はねすごくおすすめです。天然のね、植物からできてるものなのでね、昔からあるそういうものもいいかなと思います。ただねちょっとテクスチャーが重いので苦手だよっていう人もいるかもしれません。で、私がね今使ってるのはこちら、オラプレックス、じゃじゃじゃん。これはねかなり高級なものになります。これねもうこのサイズなのよ。こんなちっちゃいサイズでこっちで30ドルぐらいかな。これね私ぐらいの髪の量だったら12滴で十分潤わせることができますので、これを使っていきたいと思います。あとはね本当に一本がね結構縮れが多い、結構こちらの人も多いんです。細くてちょっと縮れてる広がりやすい髪っていうね、そういう人も多いので、そういう人にはね私はこちらよく使います。わお、こちらのねドリームコートエクストラストレングス、このフリージーヘアっていうねこの縮れの癖毛をストレート、スムース、グロスヘアにするっていう、もうツヤツヤのストレートヘアにできるよみたいな。ただつけただけではならないですけど、これでドライヤーでね乾かしてブローしてあげるとツヤツヤになりますよってものになります。これはね結構すごいグロスヘアにするっていうぐらいなので、つけすぎるとオイリーな感じに見えてしまうので要注意です。で、私はじゃあ今日はこれをつけていきます。これはね本当に良い。それではね本当ちょっとだけ1、2、もうこれぐらいでいいです。これぐらいを
手のひらにねしっかりなじませて、毛先を中心に、あとパサつきがねあるところ、私なんかはこのちょっとねブリーチしてる部分とかがやっぱりパサパサしてきちゃうので、そこにしっかりね濡れてる状態でなじませます。そうで、注意はこの時にね根元にベタってつけちゃうと本当にね根元がぺったんこになってしまったり、本当にねオイリーになってしまって、何日もね髪の毛洗ってない人みたいになってしまう可能性もあるので要注意。毛先を中心につけてください。そう、もうほんとこれぐらいでいいんですよ。はい、そしたらしっかりねコームでまた全体をきちんとコームしてあげます。そうするとね溜まってついてしまったそのオイルの部分とかもねまんべんなく全体的に行き渡らせることができます。これね面倒くさがらずにしっかりコーミングもねしてあげましょう。そうすることでね固まって、ここだけベタついてる、でもここはパサついたままっていう、そういうのがね防止できます。全体的にしっかりねなじませました。そしたらこれからね乾かしていきます。そんなにねしっかりとブロードライをしろということではなくてね、やっぱり濡れてるところから自然乾燥してしまうと縮れたまま自然乾燥してしまって、そこからねそれを伸ばすっていうのは結構また一回濡らさないとダメなんですよ。ほんと二度手間になってしまうのでね、しっかりここで癖を伸ばして次の日を迎えるっていう風にしたいと思います。朝時間がない時に逆にね時短になります。相変わらずの古めかしいドライヤーですけど、もうドライヤーは何でもいいです。私これは別にねイオンドライヤーとかそういういいものでも全くなくてね、使う人はいいドライヤーを使ってください。いいドライヤーではないですけど、これで乾かしていきたいと思います。乾かす時は、全体的にね、根元を先に乾かしたいんですけど、根元から毛先の方に向かってねこうやって乾かしてください。ブーンブーンとこう根元から毛先、根元から毛先。ブラシなんかを使うとなおいいんですけれども、ブロードライなんか自分でできるわけないっていう人はね、もう手を使ってください。手でしっかりこうちょっとテンションをかけてこう毛を熱風を当ててください。指を毛にこう引っ掛けながらちょっとこうね伸ばして、下もこう伸ばして、こういう感じでね、こういう感じでテンションをかけると毛は伸びるので、こうやってテンションを当てて熱風を当ててあげると縮れたその髪も伸びます。こう内側にしたければこう内側にこうね、こういう感じで内と当ててあげましょう。こうやってねやると結構ねスッと内側に入ってくれます。ではここからね実際やっていきたいと思います。こうまずね上から根元をこうやって引っ張りながら、癖はねやっぱり根元がやっぱポイントなので、根元をしっかり引っ張りながらこうやってね櫛のようにこういう感じでねコームのように指を使ってハンドブローをしてみてください。
程度乾かしました。もうだいぶね乾いてます。9割ぐらい乾きました。もう本当に 100% このままね乾かしてこれで寝ても大丈夫です。寝癖もねあんまりつきません。ちょっと湿気があるとねやっぱりね寝癖ってつきやすいんですよ。でも完全に乾かしていたら寝癖はあんまりつかないです。でももしこれでね余裕のある人はちょっとだけブラシを入れてみましょう。ブラシを入れてちょっとこうね伸ばしてあげるとさらに癖がね伸びます。例えばね私とかこっち側ここがねちょっとこっち側にね跳ねる癖があるのでこういうのをねしっかり内に入れることもできます。ちょっと私はこういうなんていうの風が通るようなこういう仕組みのブラシがねいいかなと思います。形はね丸だったりちょっとなんかいろいろあるんですけど、私はこういうタイプのねものを簡単にねブローするときはこれを使っています。しっかり丸みをつけたいとかねボリュームを出したいっていう時は本当にね大きいこういうロールブラシを使ってねこう当ててあげるとちょっとねボリュームが出たりしますが、そこまでしなくても大丈夫です。こっちの方がね使いやすいのでこっちでやっていきたいと思います。こうねしっかり当てて一緒にこう動かしてあげるとこれはまあ理想的ね。こういう感じで当ててあげる。ドライヤーの風をやっぱりね根元から毛先にかけてこのブラシの動きとともにちょっとこうね流していってあげるようなそんな感じでやってみましょう。それではねやってみます。熱い。ほい、こんな感じ。すごくない？もうね結構すっきりしたよね。やっぱり熱風を当てて伸ばしてあげるとほらツヤがすごい出てきますよね。テンションと熱でツヤが出てくるので縮れた毛が伸びるから表面がね張りが出てツヤが出るっていうことなのでね、ぜひぜひ寝る前にねやってみてください。パパパッとやっちゃえばほんと10分で終わる作業なので、このひと手間をねやるかやらないかで朝のね作業時間がだいぶ変わってくると思うので時短になるのでやってみてください。ということでね、私はもう寝ます。もうこれでね 100% 完璧に乾いたので多分明日の朝はねそんなに寝癖がついてないと思います。ということでまた次の朝までおやすみなさい。はい、おはようございます。次の日になりました。今ね朝起きてからご飯を食べてちょっとキッチンとかをきれいにして今ね10時ぐらいになってます。今ちょっとね顔を洗う時に髪の毛が濡れないようにターバンをしました。まあね、どれくらい落ち着いてるかっていうのを見てみたいと思います。前髪がね上がっちゃったかもまあねそんなに寝癖もなくこのぐらいの感じで朝起きました。
でね、今日旦那さんに「Oh, your hair perfect today」って言われましたでしょって、昨日の夜ねブロードライして寝たからねって言って、そんなに違うのって驚いておりましたいつもねすごい爆発してるんですよはい、ということでね、はい、パーフェクトに落ち着いておりますが、まあこれでねスタイリング剤をつけて出かけてもそこまでね、あ、この人寝起きかなっていう感じではないとは思いますが、ここからねちょっと5分だけ手間をかけてよそ行きにしていきたいと思います。あとね、前髪もちょっと直していきたいと思います。まあ朝からねまたブロードライするのはとても大変ですし、めんどくさいし暑いので、私はねいつもストレートアイロンでスタイリングします。もうねほんと毛先にスッスッとちょっとかけるだけで全然ねツヤも変わってきますので、このひと手間ねほんと5分で済みますのでやってみてください。ちょっとだけやるだけで大丈夫です。もうねほんとこの辺の毛先の収まり、あとこの辺のね跳ねてるところとかを内にね入れていきたいと思います。あと前髪もねこのヘアアイロンでこのちょっとねついちゃった癖とかをこうまっすぐね下ろしていければと思います。コームがあればそれで、やってみてください。温度はねこれは370度って書いてある、わからん。前髪はね熱いので後で最後にやっていきます。本当にもう昨日の夜乾かす時にヘアオイルをねつけてるので、今は何もつけないでスッスッとただ毛先にこう何もつけないままアイロンを当てていきます。もしね心配な方とかはヒートプロテクションのそういうスプレーもあるので使ってみてもいいです。昨日のオイルがこちらねヒートプロテクションにもなるものなのでそのままやっていきます。でねアイロン当てる時に髪の毛がね濡れてると髪にダメージが結構いってしまうので、じじじっとね顔を洗った時の水っ気が髪に残っていないように、もし湿ってるようでしたら最初にドライヤーでねしっかり乾かしてからアイロンを当てるようにしましょう。はい、もうこんな感じで終わります。ほら全然違うくない？で前髪ねやっていきます。前髪もお好きですが、私は今日はちょっと真ん中は普通に下ろして、このね分かれてるところは根元をねしっかり根元からしっかりこう当ててあげるとまっすぐになります。もし本当にぱっかり分かれてる場合は最初にね根元をしっかり濡らしてドライヤーで1回乾かしてからアイロンを当ててあげましょう。このぐらいでいいんじゃないかな。はい、終わりました。5分。はい、それでねこんな感じでアイロンは当て終わったんですけど、ほらもうこんなスンって感じ、スンって感じでしょ。だいぶね収まり良くなったかなと思います。髪の毛がねすっかり水分が抜けてスッとこう収まってくれております。ここでねまた昨日つけたオイルをちょっとだけ毛先につけていきたいと思います。本当にね 1,2 滴です。手全体にこう伸ばしてスッスッと。これも私この辺ブリーチとかしてるので傷んでる部分を中心につけてあげてください。でこのねちょっとアホ毛気になる方は最後に残ったものでスッスッと撫でてあげましょう。あんまりね根元にドンとオイルをつけてしまうと何日もお風呂に入ってない人みたいに見えてしまう可能性があるので、こういう感じでね最後にスッスッとこう余ったものをつけてあげましょう。前髪なんですけど、私はあんまり前髪にねなんかオイルなものをつけるのが好きじゃなくて、どうしてもねちょっとギトってしまうので、私のおでこの油で。なので私は何もつけないんですけれども、湿気とか嫌だよっていう方はこういうね湿気を防ぐこちらね
エンタイヒューミディティのスプレーとかがあるので、そういうのをちょっとねふっとかけてあげると、ちょっとだけかけてあげるといいかなと思います。日本の方は前髪にうるさいので私なんかは超適当ですけれども、はい、こんな感じでできました。もうこれ撮ってる時点で8分ぐらいなので、ほんと5分で済むと思います。5分でね、朝これだけねスンとスタイリングできたら全然いいんじゃないでしょうか。そう、前日のブロードライね、それを完璧にしておくと朝の本当にスタイリングが全く時間かけずにできるので、本当に朝のね時短になると思います。あとね、一日中結構こういうねスンとした収まりのいいヘアに保ってくれますので、ちょっとしたヘアオイル、これはね結構ライトなオイルなんですけど、すごくツヤも出してくれるし、ヒートプロテクション、あと縮れをね防止してくれるものとかもありますので、そういうものをね選んで使ってみてください。スタイリング剤とちょっとした手間っていうのがねすごく重要になっていきます。これね本当に使うといいものです。こういうねフリージーヘア用のスプレーもありますし、昨日お伝えしたねこのワオ、こちらもねすごくいい商品になります。日本でもね多分 Amazon とかにあると思うので、ぜひぜひ買ってみてください。あ、ちなみにねこの私ワオシーインで買いました。シーインでね半額ぐらいで買えたので、ちょっと調べてみてください。シーインってね、シーインの商品だけじゃなくて、こういうねプロダクトもなんかね売ってるんですよ。これもね 60% オフぐらいで買ったのかな。そうなのでね、意外となんか使えるなって思いました。こういうね既製の商品とかもすごく割引でね売ってるので、ぜひぜひ覗いてみてください。私は別にシーインの回し物ではないので別に普通に Amazon とかでも買えると思うのでね、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、昨日今日と夏の湿気に負けない髪の毛のスタイリングの仕方ということでねお送りしました。こちらね私が結構いつもねやっている仕方なので、私はストレートヘアなんですけど、もしかしたらもっとフリージーな人、ちょっと癖の強い人には当てはまらないかもしれないんですけども、まあまあストレートヘアだけどどうしても広がっちゃうよっていう方にはね有効な方法ではないかと思います。はい、ということで今日の動画が役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録っていうか、これずっと下がってるの気づかなかった。高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ベルマークのね通知ボタンも押して次の動画をね待っていてくれると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。